1945年8月6日、B29 エノラゲーによって広島に原爆が落とされ、町や人に甚大な被害をもたらした。その広島原爆投下後、当時のアメリカ大統領トルーマンは次のような演説を行った。We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and land forces in such numbers and power as they have not yet seen, and with the fighting skill of which they are already well aware. それは広島は知ってました。なぜか我々ピカドン、その時ね、そういう言葉の新型爆弾って言ってました。で、私は通信ですから情報を比較的早く入っていましたね。私と全く同期のやつが飛行場のすぐ近くでやっぱり通信やってた。それは何かっていうと、飛行場から1キロも離れてね、畑の中に小屋を作って飛行機の来るのに似てるんですよ。飛行機が来ると、艦載機が来るとそこから電波で空波って撃つんですよ。空波っていうのは来てるよっていうことですね。飛行機が来ましたって。で、自分のところの位置を撃つ。そういう仕事してた。で、その時、同期だから、私も空波を受ける立場にあったわけですね。地域を持って。その時、彼が飛行場の近く、1キロに離れた畑の中に小屋にいるってことが分かったんです。で、休みの時行ってみたね。来た小高い丘に小さな小屋があって、そこで、絶対攻撃されないね、畑の中だもんね、小さな小屋で何の小屋だか分かんないですからね、あんなとこへ爆弾も、技術当社もしても意味がないわけだから、安心したもんで、そこ行ったね。そしたら彼が言うには、昨日だかおとといにね、新型爆弾が広島に落とされた。で、私は新型爆弾って何だっけ分かんないもの、全然。そしたら、ものすごい破壊力のある、一発でものすごい破壊力がある爆弾だっていう。だけど、その原子爆弾であるとか、そういうのは全く知らなかったですね。彼も分かんなかった。ただ、ものすごい破壊力ある、爆弾だっていう話はしていましたね。自分の、舞台といいますか、テニス大会っても、私が話する、そういう話をする相手がいない。私も、一つの班の班長ですし、それから、大体偉い人がいないんだもん。建設隊だから、工事現場になるんですからね。ちょっとした舞台であれば、そういうニュースは偉い人に話すことできるんですよ。とにかく、こっちは新しいニュースですからね。偉い人も知りたがってるわけだから。これいないから、ただ自分だけで、そうか、新しい爆弾かっていう思いで、原子爆弾っていうのは全く正誤ですからね。具体的に
聞くようになったのは。戦争中はあんまりそういうね、空襲の頃、特に先ほど言った、戸塚から見えた真っ赤なあれなんか相当やられてたと。やられたっていうのは軍隊の兵舎とかそういうものじゃない、民間の建物だったの分かるんですね。分かります。だけど今おっしゃってるのはね、あれは全く思わなかったですね。だけど戦後だって実は戦後私は電電公社に入ってから大学の夜間部に行ってるんですよ。そこで初めて倫理であるとか哲学であるとかそういうのを教わり始めて初めてこういう世界もあったのかなと思いました。それは文学少年だけで来ましたからね。逆にだからもうそういうの飲め込んだ部分もありましたね。仙台に阿部次郎っていう、人がいるんですけど、これの三太郎日記っていう有名な本があるんです。それなんか夢中になって読んだり、哲学の本なんかも読んだりしましたね。その時から今おっしゃったように戦争は絶対ダメだと。向こうの人を殺すから。私みたいにしがんでいった道は戦いのために行くからいいんですよ。何死んでも仕方ない。関係のない向こうの人を殺すから。だから沖縄だってね、あんな辛いこと、沖縄の話だって後から来たんです。あんな辛いことを民間人に強いてるわけでしょ。もう絶対ダメだって思いはものすごく強いですね。ものすごい。だから戦争も今だってウクライナにしろ何にしろ厳しいね。話聞くたびに関係のない戦争に反対だという人もみんな殺されてるわけです。だからそういう点では、やってはいけないことなんだけど、あんたどうするんだって言われても方法はないんですけれども、とにかくね、いけませんね。戦争負けた秘密書類、これらについて焼却するから、前なんか何にもなかったんですね、逆の腹で。